こんにちは。行政書士社会保険労務士の小園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回は毎年課題、話題になりますけれど、在職老齢年金の改定について見ていきたいと思います。昔と違って高年齢者の就業割合が非常に増えてきている中でですね、問題になっているのが年金をもらいながら給与、働くという状況になっております。ここに関しましては在職老齢年金という制度によって場合によっては年金の一部がもらえなくなるというものになります。2025年においても話題になりましたが、結局抜本的な改善は取られず、物価水準に応じて引き上げが行われたのみという形になっておりました。ただ、2026年、令和8年4月からいよいよ大幅な引き上げという形になりまして、今後は年金も減らさずに給与ももらっていくという状況をどんどん実現をしていくという状況になっております。今回の概要ですけれど、まずは今現状の高年齢者の就業割合、就業状況について見ていきたいと思います。その上で毎年課題になっている在職老齢年金という制度、どのような制度なのか、そしてこの在職老齢年金の制度の課題、問題点について見ていきたいと思います。また、この在職老齢年金、就業調整という問題も出ておりますけれど、こういった最近の人手不足を受けまして見直しが毎年議論されておりますが、いよいよ抜本的大幅な金額引き上げというのが2026年令和8年4月から行われます。どのような内容で引き上げを行うのかといった状況を見ていきながら、最後に注意点とまとめという形になります。まずは今現状の高年齢者の就業割合について見ていきたいと思います。ご存知の通り、高年齢者の就業数というのは年々増加をしているという状況になっておりまして、2024年においても増加をして、21年連続で最多を更新をしているという状況になっております。全体の就業者数というのが6781万人という形になっておりますので、高年齢者65歳以上の方が占める割合というのは 13.7%。7人に1人がもう高齢者という状況になっておりまして、働く高齢者の方というのは930万人という形になっております。また、制度の後押しもありまして、65歳までの雇用確保義務というのがもう完全に施行されているという状況。さらにはですね、70歳までの雇用機会の確保というのが努力義務になっている状況になっております。最近の話によりますと、70歳まで雇用確保義務を拡大をしようという議論があるような動きもありますが、こういった状況の中で、年金を受給しながら働く人の割合というのが増えてきている。老齢年金に関しましては原則65歳からの受給となっております。一部の方はですね、65歳前から年金を受けている方もいらっしゃいますけれど、原則は65歳。そうするとですね、65歳以上年金を受け取りながら働くというのが非常に増えてきている。そんな中で問題になっているのが在職老齢年金という制度になっています。この在職老齢年金につきましては、年金を受給しながら働く高年齢者に関して、一定額以上の報酬のある人は年金制度を支える側、いわゆる年金をもらわないという側ですね、に回るという考え方、年金の支給を調整をする仕組みとして設けられたものとなっております。今現状ですね、働く、年金受給者のうち、この在職老齢年金によって支給停止を受けている方というのが約 16% いるというふうに言われております。このですね、
支給停止に関しましては、すべての年金が止まるわけではなく、老齢厚生年金に関して一部が支給を停止になるということになっております。いわゆる賃金の額と年金額に応じて、一部または全部が支給停止されるという形、老齢厚生年金の月額、そして、賞与ですね、も含む形で賃金と合算をした上で51万円を超える場合には51万円を超えた金額の半分の年金額が停止をするという形になっております。こういった中でですね、あまり賃金をもらいすぎると年金の一部が支給停止になってしまうので、働くのを控えようという心理が働くとも言われております。こういった部分はですね、人手不足の中で非常に困るということもありまして、在職老齢年金制度の見直しというのもずっと議論されてきたという状況ではありますけれど、この在職老齢年金に関する課題、問題点ですけれど、やはりですね、平均余命というのが伸びてきているという状況で、1990年に比べて2070年で見ていくと大幅に平均余命というのが伸びてくる。また、元気に働くことができる健康寿命というのも以前に比べて非常に伸びてきている。3歳ほど伸びている。3年間をさらに働くことができるという状況。また、就業率もですね、以前に比べてはですね、今は2023年のデータでは65歳から69歳では 53.5% がもう働いているという状況になっている。こういった年金をもらいながら働く方ですけれど、3割以上の方が年金額が減らないように時間を調整をして働くと回答をしているデータもあります。こんな中でですね、こういったことが起きてくると、やはり就業意欲というのを阻害をするという問題点が指摘をされている。また、今まで年金を納めていたのに、それに対して年金が一部もらえないという不公平感。また、就業調整が起きるのはですね、厚生年金に加入をしていた方で、お給料をもらう方になってきますので、給与をもらわない方ですね、資産所得などが対象になっていないので、資産所得者と給与所得者の間での不公平感が生じるとも言われております。また、支給停止になるからといって繰り下げをしようとした場合はですね、この支給停止部分相当というのは繰り下げの対象になっていないということもありまして、問題点が指摘をされていた状況ではあります。2025年においても問題点は指摘はされておりましたけれど、結果としては50万円から51万円の1万円引き上げ、物価水準の上昇分相当だけの引き上げという形で収まったという状況ですが、では2026年、令和8年の4月からはどのようになるのかということですが、こちらに関しましては、今現状51万円という形になっておりますが、2026年4月からは62万円になる予定となっております。そうするとですね、今まで年金をもらっていた方ですね、いわゆる基礎年金、老齢基礎年金がだいたい6万9000円ほどもらっていて、賃金を46万円もらっている。また、老齢厚生年金を10万円もらっている方に関して言えば、賃金の46万円と老齢厚生年金の10万円を合わせた金額の56万円。基準額が51万円なので、5万円オーバーしますので、そのうちの2分の1、2万5千円が停止をされたという状況ですが、これに関しましては2026年の4月からは、基準が62万円に引き上げられますので、賃金46万円もらって、年金額、老齢厚生年金10万円もらっても、まだ基準の中に収まる、オーバーしていないので、支給停止されないということになってきておりまして、ここによって就業調整という意欲がですね、そがれずに働くことができるということになっております。こういった中でですね、やはり高齢齢者の就業というのも非常に重要な、鍵になってきますので、より働いてくれる高齢者が増えてくるかなというふうに思っております。
そして最後に注意点とまとめですけれど、在職老齢年金の方の上限引き上げというのはありますけれど、一方でですね、高年齢雇用継続給付というのの併給にも注意をしてくださいということになります。ただこちらの対象者はですね、いわゆる低在労と言われる方になってきまして、対象者、今ほとんどいなくなってきているかと思いますけれど、この高年齢雇用継続給付に関しましては、もうすでに廃止が決定をしていて、令和7年、2025年の4月からは、支給率というのが 15% から 10% に引き下げられているという状況になっておりますので、働きながらですね、年金をもらう場合、そして高年齢雇用継続給付をもらう方っていうのは注意をした方がよくと思います。また、さらにですね、今後より働くことができる一方でですね、応能負担という考え方が広まってきておりますけれど、高額療養費の方もですね、上限の引き上げというのが進んでいくという状況で、より高所得者の方に関しては年齢に関係なく、高額療養費の上限の引き上げとなってくる。こちらに関しましては別の動画でご紹介はしておりますけれど、2段階での引き上げとなっております。また、高年齢者につきましては、同一労働同一賃金も関係してきますけれど、いわゆる、各種手当、退職金も含めてガイドラインでの見直しというのは行われております。今後ですね、高年齢者の賃金体系というのも注意をした方が良いかと思います。ただし一方ですね、高年齢者の就業割合増えてくる中で、労災事項というのが非常に増えてきている状況です。安心安全に配慮した職場づくりというのを進めていってほしいと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。